氷点下でも活動できると言われている大型の猫、サイベリアンフォレストキャット。実は猫アレルギーを発症しにくい病種とも言われています。今回はそんなサイベリアンフォレストキャットについて、その起源から特徴などをお話ししていきます。サイベリアンフォレストキャットはもともとロシア土着の猫ですが、その起源はよく分かっていない病種です。研究者の発表では歴史が大変古く、西暦1000年頃までにシベリアの森でサイベリアンフォレストキャットによく似た猫が自然に発生しただろうとされています。よく似た特徴を持つノルウェージャンフォレストキャットやメインクーンの祖先とも言われていたり、近年の遺伝子解析では推測されるところではウラル山脈の反対側に生息していたペルシャやアンゴラと同じ祖先を持つと考えられるという話もあります。またサイベリアンフォレストキャットからペルシャやアンゴラが派生したとされる説もありますが、いずれの説も確定には至っていません。それほど古い歴史がある病種なのです。サイベリアンとはシベリアを指す言葉ですが、この地域は野生猫の存在する北限地域であり、この極寒の地で生き延びるために分厚い皮毛としっかりした体格といった身体的特徴を手に入れたとされています。原産国のロシアでは古くから大切にされてきましたが、20世紀に入るまでは純血種の育成が活発ではなかったので、シベリアを中心に野生とも飼い猫ともはっきりしない形で、または農場でネズミよけとして活躍しながら、人々との自然な暮らしの中で自由に交配し子孫を残してきました。ロシア国外でサイベリアンフォレストキャットが最初に言及されたのは、1864年に出版されたドイツの本「ブレームスティアレーベン」であり、そこでブレームは長毛の猫の品種をシベリアの赤いトボリスク猫と説明しています。1871年、キャットファンシーの父として知られるイギリスの芸術家のハリソン・ウィリアム・ウィアーが企画したイギリスで最も初期のキャットショーで、サイベリアンフォレストキャットはデビューします。以降、サイベリアンフォレストキャット独特の優雅な美しさから大変な話題を呼び、評判は上々、人気を博しました。ハリソン・ウィリアム・ウィアーは1889年と1892年に2つの版の本の中でサイベリアンフォレストキャットについて言及しているそうです。しかし、当時のロシアは他国との交流や交易が制限されており、1922年にはソビエト連邦が成立。ソビエト連邦政府では他国との交易を制限する政策によりペットの輸出入が禁止されました。さらに社会的な物資の不足などから猫をペットとして飼育することも禁じられたため、飼い猫と暮らして可愛がることができなかったのです。サイベリアンフォレストキャットは入手するのが大変難しい美しい猫として知られていきました。1980年代に入り、ようやくロシアでの飼育環境が落ち着いてきたため、本格的な血統による交配と品種改良が始まりました。1987年にサンクトペテルブルグ、旧レニングラードのキャットクラブから海外へ輸出されたと記録されています。しかし当時の輸出先はポーランドやドイツなど政治的に近しい国や北欧の国々のように地理的に近い国に限られていました。もともとロシア皇帝にも愛され高貴な猫であったサイベリアンフォレストキャットは、そういった地政学的な希少性もあり、イギリスやヨーロッパの貴族階級に珍重されるようになり、血統猫としてのスタンダードを築くことになります。1990年、ロシアとの冷戦時代を経て、アメリカに初めてサイベリアンフォレストキャットが輸出されました。この時は文化交流プログラムの一環として数頭がアメリカの繁殖家に送られたとのことです。その後、1992年に世界最大の登録機関 TICA が新病種の予備登録を行い、1996年には正式に病種として登録されることとなりました。こうしてサイベリアンフォレストキャットが世界中に幅広く認知され、21世紀を迎え、ようやく名実ともに公認を得ました。再びペットとしてイギリスに渡ったのは2002年以降のことです。故郷ロシアでは何百年もの間、
国宝として文献に登場してきたサイベリアンフォレストキャットですが、世界的には大変に長い時間をかけて品種としての地位を獲得した病種だったのです。そのため品種化されてから比較的に新しい病種だと紹介されています。サイベリアンフォレストキャットはロシアを代表する猫としてメドベージェフ元大統領やゴルバチョフ元大統領など要人にも愛されてきました。国際交流のシンボルにもなっていて、近年秋田県知事から秋田県を贈られたロシアのプーチン大統領がその返礼としてサイベリアンフォレストキャットのミールを贈ったことが知られています。秋田県の公式 YouTube、WebTV 秋田ではこのミールくんの愛らしい近況を見ることができます。私が調べたところ、有名人では相川七瀬さんが2023年8月6日にサイベリアンフォレストキャットの虎之助くんを家族に迎え入れたと報告されていました。飼いたい猫ランキングでも最近トップ10に入っており、注目の病種です。ちなみに正式な品種名はシベリアンフォレストキャットですが、通常はサイベリアンまたはシベリアンキャットと呼ばれます。以前はモスクワセミロングヘアやロシアンロングヘアという名前も使用されることもあったそうです。皆さん、ネバマスカレードという病種をご存知でしょうか。ネバマスカレードは仮面をつけたようなポイントのカラーと青い目を持つサイベリアンフォレストキャットのことです。最初にこのカラーのサイベリアンフォレストキャットが生まれたサンクトペテルブルクのネバ川にちなんでネバマスカレードと呼ばれます。その詳しい時期については不明ですが、サンクトペテルブルクにバリニーズやヒマラヤン、シャムなどが輸入されてきた頃に野生のサイベリアンとの交配が行われたとされています。1997年に TICA、2000年に CFA にカラーポイントをサイベリアンフォレストキャットのカラーバリエーションとして公認しました。2011年に FIFE はネバマスカレードをサイベリアンフォレストキャットの姉妹品種として公認しました。日本ではネバマスカレードとサイベリアンフォレストキャットが交配されることも多く、その子猫はサイベリアンフォレストキャットになりますが、ロシアではサイベリアンフォレストキャットの交配について厳しく、ネバマスカレードとの交配は禁止するブリーダーさんが普通です。サイベリアンフォレストキャットは骨の量が多くしっかりとした骨格、たくましい筋肉を適度な脂肪が覆っているため丸みを帯びており、ビアダル型もしくはバルーン型と呼ばれるロング&サブスタンシャルタイプです。体重はメスで 4.5 から 9kg、 オスで6から 10kg を超える猫もいます。大型の病種のため完全に成熟するのに5年ほどかかると言われています。価格は10万から40万円ほど、平均寿命は10から15歳です。頭部も大きく広く丸い額に卵型の頬、アーモンド型の目、長くまっすぐな尻尾をしています。サイベリアンフォレストキャットのひもは氷点下でも活動できる分厚いひもを持っており、トリプルコートと呼ばれる非常に珍しい3層構造になっています。毛の長さはセミロングとされていますが、季節によって変わります。冬は厚くふさふさとした毛が、夏は短くて密度の低い毛が生えます。ひもの色は1色のソリッドカラー、縞模様のタビー、2色のバイカラーなどいろいろな毛色が存在しますが、公認される毛色は登録団体によって異なっています。原産国であるロシアで公認される毛色は主に茶色や黒褐色など幅が狭く、ロシアで生まれたサイベリアンフォレストキャットはトラディショナルカラーのサイベリアンフォレストキャットと交配するように決められています。現在アメリカなどでは多くの色とパターンが公認されているようです。サイベリアンフォレストキャットは従順で賢く、家族への愛情が深い猫、知能がとても高く、サーカスでも重宝されるほど賢い病種です。しつけがしやすいので猫を初めて飼う人にもおすすめです。ただしテリトリー意識が非常に強く、家族や仲間と認めてもらえないと見向きもしないといった冷淡な一面もあります。私もサイベリアンフォレストキャットを飼っています。どの猫よりも落ち着いていて、
他の猫の輪に入って遊んだりすることはほとんどなく、マイペースな性格をしています。サイベリアンフォレストキャットのなりやすい病気としてピルビン酸キナーゼ欠損症があります。ピルビン酸キナーゼ欠損症は赤血球にエネルギーを供給するのに必要なピルビン酸キナーゼという酵素が不足し、赤血球が壊れることで貧血になってしまう遺伝性の病気です。慢性的な貧血の状態に体が順応してしまうと症状が出ないことも多いですが、進行すると粘膜が白くなったり疲れやすくなります。また肥大型心筋症は猫でよく見られる心臓の疾患で、サイベリアンフォレストキャットも注意が必要です。進行すると血栓症や後ろ足の麻痺、呼吸困難などの症状が見られます。命に危険を及ぼすため注意が必要です。元気がなくなったと感じたらすぐに受診しましょう。サイベリアンフォレストキャットは猫アレルギーの主な原因の一つであるフェルディ1というアレルゲンの生成量が少ない個体が多いという論文が発表されています。またメス猫の方がオス猫より少ないという話もあります。しかしこの研究はまだ科学的な根拠が乏しいとも指摘されており、フェルディ1の生成量には個体差もありますので、全てのサイベリアンフォレストキャットが特殊能力を持っているわけではありません。猫アレルギーを持っている方でサイベリアンフォレストキャットをお迎えしたいと考えている方は、事前にトライアルや顔合わせなどをして慎重に判断するようにしましょう。今回はサイベリアンフォレストキャットについてその起源から歴史とともに解説させていただきました。サイベリアンフォレストキャットについてたくさん知れたという方はグッドボタンよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルでは今回のような病種の歴史や特徴、猫の雑学についての解説動画を配信していきます。もっと猫について知りたいと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。